ラーブス、リトアニアマニアの橋本です。今回のテーマは、4年に一度開催される歌と踊りの祭典、ダイヌスベンテというイベントについてご紹介したいと思います。このイベントはユネスコの無形文化遺産に登録されていて、開催年は違うんですけれども、エストニアとラトビアでも同様のイベントが開催されています。なぜバルト三国でこういうイベントがそれぞれ行われているのかっていうのをですね、疑問に思ったんですけども、どうやら独立と深く関係があるようなんですね。そういった背景も含めてご紹介していきたいと思っています。私たち夫婦もですね、実際に、2024年のこのイベント行って見てくることになりましたので、そのレポートに関してはまた後日ご紹介させていただきたいと思っています。さて、その4年に一度開催される歌と踊りの祭典ですね、ダイヌスベンテという名前がついてますけれども、実はこの4年に一度のイベント、今年が100周年のイベントになるご存知でしょうか。通常はですね、4年に一度、6月の終わりから7月の頭にかけて1週間程度開催されるイベントなんですけれども、だいたい夏至のお祭りのミッドサマー、この翌週ぐらいですよね。このあたりで開催されています。今年はコロナの影響もあって4年ぶりではなくて6年ぶりの開催になります。そしてそれがちょうど1924年の第1回の開催から100年目の年になるっていうことなんですね。でダイヌスベンテっていうリトアニア語の名前がついてるんですけど、ダイヌっていうのは歌を意味してて、スベンテっていうのは、この祭典、お祭り、宴なんていう、意味を持ってます。うちのやってるお店の名前もスベンテっていう名前ですね。ここから取ってます。迫力のある大規模な踊りがよくフォーカスされるんですけれども、実は歌うことから始まってるお祭りなんですね。ですので、リトアニア語では歌のお祭りっていうようなダイヌスベンテという名前がついています。このダイヌスベンテはロゴにもメッセージが込められているんですね。ロゴ全体では生命の木というのを表現していて、根っこと冠のついた幹の部分と頭頂部、この3部構成になっているということなんですね。根っこは過去や始まりを意味していて、幹の部分、王冠のついた幹の部分は現在ですとか不屈の精神、繁栄、命というものを表していて、一番上の頭頂部、この部分は未来ですとか希望を意味しているということなんですね。木の根っこに栄養を与える地面の部分はリトアニアそのもの、国そのものですね。それを象徴していて、頭頂部にいる羽ばたく鳥っていうのは自由を勝ち取った魂の歌声。これを意味しているというふうに言うんですね。ロシア帝国とソ連の2度の支配を受けて2度独立をしているというリトアニアですから、絶対に諦めない不屈の精神ですとか、犠牲になったものを尊ぶ心ですとか、こういったものは様々な場面でよく見られる、掲げられるテーマになってますよね。今ですとウクライナの支援をすごく手厚くやってる国ですから、バルト三国は特にですね、他のヨーロッパの国に比べても特に力を入れて支援をしているっていうことなんで、実際に2年前ぐらいに行った時にも、リトアニアの街そこら中でウクライナの国旗が見られたり、車にウクライナの国旗のステッカー貼ってたりですとか、路線バスの電光掲示板のところに I love ウクライナみたいなことを書いたりですとか、もう本当にいろんなところでウクライナをサポートしているっていう意思を見せつけられたっていうふうに思いましたね。それだけ独立に対する思い入れ、支配に屈するなっていうこの思いが強いってことですよね。さて、歴史、この歌のお祭りの歴史をたどるとですね、世界で最初にあった歌の祭典っていうのは1843年のスイスのチューリッヒ。これが起源だって言われているそうです。バルト三国では1869年にエストニア、1873年にラトビアで開催されています。ですので、その起源となったスイスのイベントからは30年ぐらい経ってからバルト三国に入ってきているってことですね。で、リトアニアに関してはさらに20年近く後の1895年2月17日、これが最初のコンサートって言われています。でその後、1902年に初めてソングセレブレーションっていう歌の祭典っていうような名前がつくようになって、1903年にはスクティニスという伝統の踊りですね。これが初めて披露されるようになります。で、この祭典を機にスクティニスという踊りが
各地に広まっていって、リトアニアの伝統舞踊になっていったということなんですね。うちでもスクティニスっていう名前のついたお酒扱っていて、リトアニアの国家遺産にも登録されている蜂蜜とハーブのリキュールで、アルコール 50% っていうちょっと強いお酒なんですけれども、これもぜひ興味ある方はチェックしていただければと思いますけれども、そんな歴史があるということですね。で現在では祭典の目玉、ソングデイっていう、歌の日っていうのがあるんですけれども、これが初めて開催されたのが1924年、今から100年前のことですね。当時の首都になっていたカウナスという町で3000人を集めて行われたということなんですね。それからイベントずっと続きまして、1980年代後半、ソ連からの独立というような機運が高まってきた頃ですよね。バルト三国の各国で、Singing Revolution、歌う革命っていうのが独立運動ということで起こります。で自分たちのアイデンティティですね。ソ連の支配を受けてましたから、バルト三国それぞれが、そうではないと、私たちにはそれぞれの国民として、リトアニア、エストニア、ラトビアというふうに、アイデンティティがあるんだということを歌って主張する大規模な集会が行われたっていうんですね。国民が一致団結していったってことですよね。バルト三国がずっと育んできた歌と踊りの祭典というこの伝統が自由を勝ち取るための独立運動のベースになってたっていうことなんですね。で、その後、バルト三国は首都3都市、タリン、リガ、ビルニュスというこの3都市を手をつないでつなげる、バルトの道っていう独立運動ですね。これも起こって独立へと進んでいきました。こういうストーリー聞くとですね、バルト三国っていうのはやっぱり3つの異なる国ですけど、切っても切れない関係があるんだなっていうのは強い絆を感じるところですよね。この歌と踊りの祭典っていうのは、エストニアとラトビアでも行われていて、その3つのイベントすべてをまとめてですね、バルト地方の歌と踊りの祭典ということで、2003年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。バルト三国として同じ伝統を継承してきているということですよね。その伝統っていうのはソ連からの独立運動が背景にもあったということなんですね。そういった要素もこの遺産登録に関わったんじゃないかなというふうには思いますけども、現在ではリトアニアでは4年に一度、6月末から7月初めに行われていて、約1週間ぐらい開催されるんですけれども、延べ3万7千人のパフォーマー、100万人の観客が集まるってことなんですね。リトアニアの全人口は300万人弱ですから、とんでもない人がこの時期に集まるってことですよね。100周年目になる今年、毎回テーマがあってですね、今回のテーマはグリーンフォレストフォーエバーということで、緑の森を永遠に、こんなタイトルがついています。リトアニアっていう国の成長ですとか繁栄には、この大自然が常に一緒にあったっていうようなことですよね。緑を大切にしていこうっていうのは、そういう気持ちが歌われています。この祭典は、フォークロアデー、民謡の日、それからアンサンブルイブニング、合唱の夜、ダンスデイ、踊りの日、ソングデイ、歌の日、こういった日によってコンセプトが変わっていくんですね。こういったもので構成されています。で、目玉は何といってもですね、イベント、終盤の最終日前日にある踊りの日っていうのと最終日の歌の日ですね。踊りの日っていうのは首都ビルニュスのサッカースタジアムで開催されます。9000人以上のパフォーマーがサッカー場全体を使ったダンスを行うってことですね。イメージとしてはオリンピックの開会式とかをイメージすると近いんじゃないかなと思いますね。ものすごい人が、音楽に合わせて踊っていくってことですね。で、最終日クライマックスになる歌の日ですけれども、こちらは首都ビルニュスのビンギスパーク野外劇場というところで開催されます。3時間に及ぶプログラムで1万2000人のパフォーマーですから、座席付きの野外フェスみたいな感覚ですかね。というわけで、リトアニアで4年に一度開催されるユネスコ無形文化遺産の歌と踊りの祭典。ダイヌスベントですね。こちらを紹介させていただきました。バルト三国の独立運動の背景にもあるようなイベントだっていうことを聞くとですね、3カ国で開催されるっていうことや、3カ国のイベントとしてユネスコ登録されてるっていうのも、なんとなく納得できますよね。イベント自体はもう歌と踊りで華やかで
もう見てるだけで楽しめるような内容なんですけれども、こういった背景を知った上で、またそういったイベントを見る、目の当たりにするっていうのはまた違った感情を抱かせてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。世界中から100万人が動員されるイベントということなので、ぜひ、リトアニア旅行を検討される方は、このタイミングで行ってみるのも面白いんじゃないかなと思いますね。4年に1回の開催なんでね、旅のタイミングが合えば、ぜひおすすめだと思います。我々も100周年になる今年のイベント行くことになりましたので、そちらも楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、今回はここまでになります。それではまた、イキ